安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。今回は千葉県柏市を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療・育児の6項目で他の市と比較をしています。ということで、柏市へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで柏市を紹介していきます。第1に、数値で見る他の市と比べた柏市の良い点・悪い点。第2に、数値では分かりにくい柏市の良い点。第3に、数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に、全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があればそこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは他の市と比べた柏市の良い点・悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。柏市はつくばエクスプレスと東武アーバンパークライン、そして JR 常磐線の3つの線が走っています。都心へ出るルートとしては JR 常磐線が一番出やすく、柏駅から日暮里駅まで26分で行けます。対してつくばエクスプレス沿線ですと、柏の葉キャンパスから秋葉原駅まで30分で出られます。さて、柏市の人口ですが約43万人となっています。また2045年までの将来人口は現在から約 5% 減少する予測となっています。日本全体で人口が減少すると予測されている中、人口がほぼ変わらないというのは市外から移住者を多く取り込めている証拠でもあります。ということで、この数値からも魅力度が高い街であることが伺えます。治安に関しては他の市に比べると並といった印象です。というのも、令和3年の犯罪認知件数が2237件あり、これは柏市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと約 5.2 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り治安は並といった評価となりました。なお、同じつくばエクスプレス沿線で見てみると、お隣の流山市は 4.82 件、さらに都心寄りの埼玉県三郷市は 7.14 件、八潮市は 7.37 件、常磐線の松戸市は 5.5 件となりますので、周辺の市だけで比べると治安は良い方と言えそうです。物件相場は賃貸でワンルームが約6万円、2LDK だと約14万円、分譲マンションは新築で約4400万円、戸建ては約3100万円ほどなようです。これら金額は他の東京23区外の市と比べるとお得な印象です。1000人あたりの病院等医療施設の数は 0.55 となっており、こちらは他の市と比べると低い水準となっています。育児関係ですが、2021年は待機児童が0人だったようです。また認可保育施設は80あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は 86% でした。これらは非常に優秀な数値です。柏市は子育てをするのにも良い市と言えそうです。都心へのアクセスから順に6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと物件相場が安く、育児環境が良いエリアと言えそうです。反面、1000人あたりの医療施設数はあまり良くない印象でした。さて、ここまでは数値で比較しやすい柏市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい柏市の魅力を紹介したいと思います。今回紹介する内容は3点となります。1つ目は商業施設の充実度、2つ目は都心へのアクセス、そして3つ目は市のウェブサイトの充実となります。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず1点目の商業施設の充実度ですが、柏駅前には丸井からビッグカメラ、そして反対側には高島屋などがあります。またそれだけでなく商店街も充実している印象でした。ということで、柏駅まで行けばある程度の買い物は十分と言えそうです。市外に出ずとも買い物が事足りるのは大きな魅力と言えるでしょう。2点目の都心へのアクセスですが、先ほども紹介した通り JR 常磐線の柏駅からであれば
山手線日暮里駅まで26分、柏の葉キャンパス駅からであれば同じく山手線秋葉原駅まで30分で出られます。この30分を早いと見るか遅いと見るかは人それぞれでしょうが、2本都心への鉄道が走っているというのは圧倒的な強みと言えるでしょう。どちらかが止まったとしても、もう一方で柏市と都心の間を移動できるのです。会社や学校からの帰宅の際も線が1本しかなければ途方に暮れるだけですが、2本あればどうにかなります。ということで、都心方向に2つの線が走っていることは大きな魅力と言えるでしょう。そして最後の3点目ですが、市のウェブサイトが充実しています。こちらのサイトでは転入、転居、転出、結婚などの際、ご自身のことを回答するだけで必要な書類や手続き方法を教えてくれます。柏市に引っ越す予定だけど、市に何を申請すればよいかわからないなんてこともあると思います。65歳以上の家族がいると申請内容が変わるなんていうことも私は知りませんでした。とても便利だと思います。また育児関連の情報に関しても丁寧にまとめられている印象です。特に柏市ママパパサロンと題し、Zoom で出産までの流れや赤ちゃんとの生活についてをレクチャーし、そして日々の悩みや疑問を共有し合う場があることもとても良い取り組みだと感じました。それでは次に柏市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。今回は柏市のハザードマップを紹介します。柏市には日本三大暴れ川として知られる利根川が流れています。そのため利根川沿いは最大5メートル以上の水害が想定されています。また利根川水系の手賀沼沿いも3メートルから5メートルの水害が想定されています。合わせて柏市では地震の際の揺れやすさマップも公開しています。こちらを見ても利根川沿い、手賀沼沿いが揺れやすいことがわかると思います。ということで、それらの点は注意が必要でしょう。柏市について総括します。柏市は JR 常磐線を利用することで日暮里駅まで26分、つくばエクスプレスの場合は秋葉原駅まで30分で出られる立地にあります。都心まで30分圏内で行ける路線が2本走りながらも、他の市と比べて物件相場が控えめになっている点は柏市の魅力と言えるでしょう。またそれだけではなく、待機児童の数やサポート面などから子育てをしやすい市とも言えそうです。反面1000人あたりの病院数は少なめとなっています。引っ越しをされる際はハザードマップを事前に確認された方が良さそうです。ポイントとしては利根川水系から極力距離を取ることと、万が一のために揺れやすいエリアは避けた方が良いかもしれません。さて、今回柏市を訪れたり、市内のウェブサイトやその他にもいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが私自身柏市には住んだことがありません。ということで、もし柏市在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから柏市に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたらチャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。